皆さんこんにちは。茶バラが始まりました。茶バラとは、お茶を楽しもうをテーマに、お茶に関するいろんな情報を取り上げていきます。では早速、今日の1戦目、美味しいお茶を入れていきましょう。今日入れるお茶は、京番茶ですね。京番茶は、熱いお湯を入れて香りを立てて入れるのが美味しく入れるポイントです。なので熱湯をそのまま急須に注ぎます。これいろんなやり方がありまして、京都ではね、急須じゃなくてやかんに入れてやかんで煮立たせて、でそのまま冷ますという方法も取られています。でも急須でもですね、ちょっとお茶の葉の量を多めに入れて、でさっと出してあげればすごくね、美味しい京番茶が入れられますから、ぜひですね、皆さんもチャレンジしてみてください。急須の場合はもちろんですね、ちょっとあっさりした味わいになるんですが、京番茶の特徴の香りがね、すごく感じられて、入れたてはやっぱり美味しいですね。もちろん京番茶もね、今後どういう風に入れたら一番美味しく入れるかっていうのを研究していきたいと思いますので、ぜひですね、皆さんも京番茶、手に入れられる方は手に入れておいてください。では早速次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは侍茶人の最近の茶園です。ではどうぞ。はい、今日は3月の12日です。これは無施肥無農薬の茶園なんですけども、このままじゃ新芽が出てきても機械でですね枯れないので、今のうちにですねきれいに形を作っておきます。これ無施肥無農薬って言いましたけども、法律的には言っちゃダメなんですね。でというのも、これ3年以上ね農薬をやっちゃいけないんですけども、まだ2年間しかそういう時期が経ってないっていうことで、ジャス認定も受けてないですし、そういう意味ではただに2年間肥料と農薬やってないということだけです。まずはこういう裾を借ります。でこの茶園はですね、去年は手もみ用の材料としてね、蒸してそのまま冷凍で真空パックで凍らしてるやつが残ってあるんですよ。で今年はですね、せっかくなんで煎茶を揉もうと考えています。なので、こういうお茶ちょっと興味あるなっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひ今後もチェックをしておいてください。はい、1時間ちょい、1時間半くらいかなで、このようになりました。裾を刈ってね、で、大きく荒刈りやりました。でこのままじゃね、またデコボコしてるんで、あとは2人がかりの機械で、仕上げて、新芽が出る準備を整えようと思います。これ2人狩りの機械で仕上げてるんですけども、これすごく綺麗になっていってるの分かりますか？ちょっとね今日時間が、できたので、茶園の上のゴミをね、落としていこうと思います。でこれ機械で刈るんですけども、新芽が伸びてきたら茶園の上のゴミっていうのは避けれないんですよね。避けにくいというか、なので新芽が出てくる今のうちにきれいにしておけば、ちょうど出てくる新芽がですねいい状態で取れるということで、その作業を今からやります。ちょうどこれくらいの時期がですね、暑すぎずそして寒すぎずということで、日陰は涼しく日向はポカポカとしてね、すっごく気持ちいいですよ。やっぱりね、農作業外で、やるっていうのはね、こういう天候、雨の日はやっぱり嫌なんですけども、こういう晴れた日はですね、すっごく気持ちいいもんです。でこれどんどんね綺麗になっていくのが分かるんで、また楽しいんですよね。
やる前はこういうところ、このゴミがね上に残ってるんですよ。それをねきれいにすることで下まで火が入ると。でこれを落としながらゴミを落としながらね、茶園の状態を見てます。悪い葉はないのか、傷んでるところはないのか。それでちょっと虫とか出てきそうなところでしたら、もうあらかじめその枝を折ってしまうとかね、そういうことを考え持ってやってます。できるだけですね、茶園にストレスがないような状態を意識して作業を行ってます。でこの茶園、品種は宇治光という京都品種なんですね。で宇治光といえばって分かる人は分かると思うんですけども、天茶、いわゆる抹茶ですね、抹茶の原料の天茶ですごくね高品質なものが作られる品種なんですよ。で今回はその宇治光で煎茶を作ろうというふうに考えておりまして、これねどういう味が出るのかすごくね楽しみなんですよね。いいお茶ができるといいなと思っております。なのできれいに丁寧に作業していきます。はい、大体ですね上の五目というかゴミを取る作業終わりました。見てください、綺麗になりましたね。パッと見わからないかもしれないんですけども、近くで見ると茶園の上に乗っていたいろいろこまごました枯れ葉とかがですね、きれいに取り除かれているので、しっかりと根元まで光がそんなにね、深く刈ってるわけじゃないので、すごく光が当たるっていうわけじゃないんですけども、風通しが良くなりました。これによりですね、虫の発生が抑えられたり、病気になりにくくなったりとかするっていうふうに思います。なので、これから先新芽が出てきてどういうふうに変化するかっていうのをしっかりとですね見ながら、この茶園今年はいいお茶が取れるように、祈りたいと思います。次はもっと美味しくのコーナーです。以前ねコメントいただいたんですが、抹茶を立てるときに、僕は水を入れて、ちょっと練ってから立てるっていう風なやり方をお勧めしてるんですね。でその最初のちょっと入れる水をね、温度は低い方がいいのか、もしくは湯でも美味しく立てられるのかっていうのはどちらなのかっていう質問をいただきました。で昔ちょっとやったような記憶があるんですけども、その時は冷たい方が結構甘みうまみが出てたような気がするんですよ。でもねうっかりもう忘れてしまったので、ここでもう一度改めて一度作って確かめてみたいと思います。で用意したのはこちらですね、 1.7g の抹茶、これ2種類用意して、同じ抹茶を2つ用意してるんですけども、片方は水で立てて、で片方はお湯で立てて、一緒の立て方、最初のちょっと入れる水を 10ml の水だけの話なんですけども、それであと入れるお湯っていうのは全く一緒の量でやろうと思っています。なのでごちゃごちゃ言っててもあれなんで、まずは立ててみます。まずは一つ、こちら水で立てる方ですね、 10ml の水を常温ですね入れます。で茶筅でまずはね軽く練ります。でこの練る時にしっかりとダマがなくなるまでですね丁寧に練ってあげるっていうのが非常に美味しい抹茶を立てるためには必要です。でこの水で立てることによって、最初練ることによって、お茶っていうのはお湯の温度が高ければ高いほど苦み渋みっていうのが出やすいですから、できるだけその苦み渋みが出る前に今水を入れることでうまみ甘みを引き出してから、その苦み渋みをですね、できるだけ出ないように立てようっていうのがこの水で最初に練るポイントだと思うんですよね。で
これでですね、お湯の量は、60ml をめどに入れたいと思います。で、ちょっと多かったな。こんなもんかな。ちょっと少ない。調節難しいな。これ沸騰したお湯をそのまま入れてるので、お湯の温度だいたい10度程度、90度程度を予想してます。OK、59.7 ですけども、これ入れましょう。入れて、そして立てます。この振る回数とかも本当は一緒にした方がいいんでしょうけども、しっかりとね、きれいに美味しそうになるまでしっかりと立てるということにして、あまりね、回数何回にしようっていうのは今回は、比べにくいですからね。同じくらいの表面全体の感じになるまで、振るということにしておきたいと思います。はい、これ、お水で立てた方ですね。では次にお湯、これ 10ml うまく入れれるかな。ワンクッション置いた方がいいですよね。これでちょっとね 11.8 になりましたけども、しっかりとこれも同じようにダマにならないようにしっかりと練ります。なんか気持ちね、水の方が練りやすいような感じがしますね。温度が高いとちょっとダマが目立つんかな。なんかこのダマをなくすのにちょっと今手間取ってます。なんでやろ。なんでなんでしょうね。ダマがまあこれもね、できるだけ丁寧にダマがなくなるまでしっかりと練ってあげればいいだけの話だと思うんで、ちょっと時間をかけて丁寧にしてあげます。OK かな。これちょっと温度が上がったので、先ほどの温度も冷めてますから温度上がった。ちょっと違うの違います。やっぱりここら辺のね、温度帯しっかりと常温のやつを使ってあげないと温度が下がる量がね、一定じゃなくなるので、ここら辺は公平にやりたいと思います。一回使うとこの湯冷ましの温度が高いままになるので、温度の下がりが弱くなるんですよね。61.1、このほんのちょっと 58.6、まあいいでしょう。入れます。そして立てます。まあこの立ててる時の立てやすさ立てにくさっていうのは
あまりね、最初水だから最初お湯だからっていうのはあんまり関係ないかな。同じような感じがしますね。どうなんでしょう。これも表面が滑らかになるまで丁寧に仕上げたいと思います。こんな感じかな。どうでしょうか、見比べて。ちょっと粗いな。まだちょっと粗いな。お湯の方がちょっと粗かったんで、表面をね、さーっと撫でるだけで大きい泡は消えていきますから、この第2段階をしっかりとね、ゆっくりとしてあげればいいときれいに仕上がります。どうでしょうか、見た感じ。こう縦にしたら、こっちが最初水で練った方、こっちがお湯で練った方。見た感じね、同じような感じですね。まずはじゃあ水で練った方をいただきます。美味しいです。ちなみにこれさえみどりという品種ですね。単一品種の抹茶を使ってます。でこっちが今度はお湯、最初お湯で練った方ですね。ちょっと苦い。お湯で立てた方は最初ね、下の横のサイドの方ですねにちょっとクッと、刺激を感じます。でそれが苦いと感じますね。で後味も苦みを感じます。これはこっちのこの水で練った方と比べての話なんですが、最初に立てたからかもしれないですけども、若干お茶に対してぬるさはこっちの方が感じますね。最初にお湯で立てた方がしっかりとあったかいっていう、その抹茶のあったかさは伝わってきます。抹茶ってね、ちょっとぬるいとあまり美味しいって感じないんですよ。なのでそういう意味ではしっかりと温まってるのでいいです。ただやっぱりそのお茶の主張が強くなりますね。苦味渋みっていう、特に苦味の部分ですねが、しっかりバッと前に出てきてます。なのでお菓子と一緒に食べるんであれば熱いお湯で入れても問題ないと思うんですが、いい抹茶であったり苦味渋みとかをできるだけなくそうっていうんであれば最初に水で練った方がいいですね。その分苦味渋みを感じないっていうことはどちらかというとね、お茶に対する味も若干弱くなるような感じにも、感じられます。なのでちょっと量は 1.7g やりましたけども 2g くらい入っててもいいのかなと思いますね。たくさん入ってた方がより抹茶の美味しさを感じやすくなると思いますし、ただその飲んだ時のぬるいっていう感じになりやすいので、お茶碗をしっかり温めるであるとか出してからできるだけ早く飲むっていう、そういうことは必要だと思うんですが、味わいは確かに違います。なのでよりですね苦味渋みを少なく美味しく、いただこうって思うのであれば
お湯で練るのではなく水で練ってください。はい、ぜひね、これちょっと皆さん自身でもですね、実験していただけると、わかりますよ、これ。面白いです。はい、素晴らしい。はい、どうですか。以上、もっと美味しくのコーナーでした。階段登ったらあるんですけどもね、こちらですよ。今コロナの関係で、土日も休館します。しばらくの間と書かれております。お茶の体験のコーナーです。この前、神戸のチャイハーネの植木さんがですね、宇治田原まで遊びに来てくれました。で、その時に茶園をね、僕がいつも働きに行っている茶園をいろいろ回りまして、その様子をですね、皆さんに今からご覧いただきます。では、どうぞ。お茶の茶園をね、見たいっていう人向けに、たまにね、こうやって茶園を案内することがあります。で、この周和園の茶園はですね、大石田茶園といいまして、玉露、そして抹茶を作っている茶園になるんですよ。で、品種もね、いろんな品種がありまして、大井のやり方も結構ね、いろいろ様々な種類の大井があるので、ちょっとね、勉強したいなというか、茶園みたいなっていう人にとっては、なかなかね、面白い茶園、巡りになると思います。で、実際ね、知らない人というか、勝手に茶園って入ったらいけないので、こうやって必ずですね、どの茶園でもそのアテンドする人がいる状態でないと入れないと思うので、ちょっとね、茶園、実際行ってみたいなっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひお問い合わせください。ただ、茶園ね、お茶の時期、製茶の時期とか忙しい時期はなかなかね、対応はできませんので、そういうふうなのも含めてですね、またホームページや SNS とかでですね、いろいろ告知とかもしていこうと思いますので、ぜひですね、茶園巡り興味ある方は、チェックを続けていただきたいと思います。なかなかね、一年を通じていろんな景色がありますから、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思っております。このように少人数であれば茶園巡りっていうのも可能ですので、興味がある方はですね、ぜひお問い合わせしてください。以上、体験のコーナーでした。さあ、いかがでしたでしょうか。茶バラ。初めてね、このような長いというか、番組形式の、こういう番組を作ってみたんですけども、どうなんでしょうね。YouTube といえば、どちらかというと、1テーマでずっと同じようなものを流すっていうのが、セオリーではあると思うんですが、そこをあえてね、こういう番組方式でいろんなコーナーを一つにまとめて、ある程度の長さ、ボリュームがあるものを作り上げるっていうのは、なかなかね、個人でやるっていうのは結構面白いなっていうことを自分で思いまして、どれだけうまくできるかどうかっていうのはまだ始めたばっかりなのでわからないんですけども、ちょっとしばらくね、この方式で配信していこうと思います。ですので、皆さん、ぜひですね、よかったら、いいねボタンを押していただいたり、あとですね、チャンネル登録、まだされてない方いらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上、茶バラでした。それでは皆さん、さようなら。